すいません。はい、皆さんこんにちは。車の大自然家シヌピーです。今回は Amazon でこちらを購入しました。ザイモール HD クレンザー。過去に1回ワックスを使ったことがあるんだけども、めちゃめちゃ高級なワックスで、高いものだと100万ぐらいするワックスがあるんですよね。そのメーカーの HD クレンザーというものを今回購入しました。これ何かっていうと、プレワックスクリーナー、要はワックスを施工する前に塗装面を整えるもので、特徴は一緒に入っていた紙にも書いてあったんですが、人体環境への配慮を考えて天然素材、天然植物オイルのみを使用しているということですね。で、研磨剤とかも一切入ってない、化学薬品も入っていない。で、成分を見るとちょっとね、わからないやついっぱいあるんだけど、モンタンオイル、アプリコットオイル、レモンシードオイル、ココナッツオイル、セチルエステル、セチルココアミド、カポライトが含まれてるみたいです。車に非常に優しい。で、体にも優しい。自然にも優しいっていうのが HD クレンザーの特徴です。基本的にはワックスを施工する前、ザイモールワックスの効果を最大限に引き出すために最も必要なクリーナーですと。で、お値段はね 250ml で4850円とかそんなもんでね購入しました。不安なのは海外のものなので、うまく使えるかっていうところなんだけども、一旦ちょっと使ってみてどんな感じのものなのか、そこら辺をちょっと見ていけたらいいなと思っております。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたら今回はこちらですね、ミニに施工していこうと思います。一応マスキングテープで真ん中ちぎったので、片側は HD クレンズを使ってワックスを施工する。で、もう片方は HD クレンズを使わずにワックスを施工する。それで違いがあるのかどうかっていうのを見ていこうと思います。そしたらまず使い方ですね。使用方法っていうのがあります。1番、洗車をしてホコリ泥汚れを取り除きます。でもう洗車済みです。2番、クリーニング。ボディの表面を平滑にすることでワックスのノリが良くなり、ザイモールワックスの効果を最大限に生かすことができますので、下地処理のプロセスが非常に重要です。もう使用方法じゃないけどね、ザイモールのワックスを使うんだったらこの HD クレンザーはとても重要ということですね。塗り込み方法、少量スポンジに取り45センチ四方に直線にて塗り込みます。絶対に円を描くようには塗り込まないでください。4番、塗り方。ボディ全体に塗布してから拭き上げるのではなく、目安としてフェンダー1枚またはボンネットを4分割を目安に部分ずつ塗り広げたら拭き取るというプロセスを繰り返してください。で、拭き上げ方法、乾いてしまいますと拭き取りが重く簡単には拭き取れなくなりますので、必ず半乾き状態でクロスで拭き上げてくださいと。はい、かしこまりました。そしたらスポンジがちょっとなかったので、オートブライトダイレクトのアプリケーター、これちょっと持ってきました。これに少量つけて直線的に磨く。で、半乾き状態で拭き上げる。やってみようか。そしたら運転席側やっていきますか。で、4等分ぐらいを目安に施工してくださいということだったので、この半分でちょっと施工をしていこうと思います。まずよく振ります。結構ね重いね。なんだろう、ココアみたいな匂いで、色は薄茶色って感じですね。そしたらスポンジにこんな感じです。で、直線的にで、乾く前にクロスで拭いていく。綺麗になりますね。滑りが全然違うわ。から全然やってない。これは何だろうね、オイルの効果なのかな。で、範囲はね、広いより小さい方がいいと思います。小さい分には問題ないと思う。
けどこれがなんか撥水の滑りに関わってくる可能性もなきにしもあらず、ちょっとやってみないと分かんないけど、なんかねワックスにも近い感じですね。この施工してる感じはすげえ変わった。でこの触っててもね、施工されてる場所施工されてない場所が分かる。このフェンダーあたりとかね分かりやすいです。この辺やってあります。もうここからやってない、ここからもういかないの、キュッて止まる。それぐらいね滑りは全然違いますけど、これが何に影響してくるのかっていうのは今のところ分かっておりません。ミト掃除紙のところについても大丈夫でした。で基本的にワックスとセット、要はザイモールのワックスを施工する前に使うものなので、今回はこれだけを使ってっていうよりかは、この上にワックスを使ってちょっと違いを見ていきたいなと思っております。この滑りが違うもんマジ大げさじゃないから、これ全然こっち全然動かないのね。とりあえずボンネットちょっと施工したんだけども、変わったなって思ったところがありました。それがスベスベっていうのもそうなんだけども、ツヤがね結構出る。ちょっと半分に分けたんだけど、こっち側ね、ここがめちゃめちゃツヤ出たんですよ。だからちょっとこっちもやってみようと思います。ちょうどねここね、バンパーのところ、この上のところいきますね。わかるかな。どう、わかる？すげえ綺麗になったね。テッカテカになりました。違うわ。そしたらちょっとサイドにも施工してみようと思います。ちょっとね洗車傷があるんですよ。なのでこの辺も軽減されるのかどうかちょっと見ていきたいですね。変わったね。なくなったね。結構隠蔽効果あるなこれ。ツヤが結構出るなって思ったので、なんかね傷隠し効果みたいなの結構あるのかなと思って今やってみたんですよ。そしたらこの辺にちょっと目立ってた洗車傷みたいなのがいなくなった。ミト掃除紙つくと、取れるは取れるけど隙間に脂肪のところに入るのであんま良くないですよね。ついても大丈夫だけどって感じ。結構すごいわ。次ね、この辺、あとこの太陽のところ、この辺かな、もうちょっと乱反射しています。でここが、消えるのかどうか。消えたね。消えたっていうか薄くなったっていうのかな。若干残ってはいるね。でこの乱反射してるところ、ここね、ここもまだ傷は若干残ってるけども、ここはねだいぶ軽減されました。ここ傷隠し効果ありますねこれは。はい、そしたらワックスを施工していきます。こちらですね、チタニウムグレイズで、チタニウムグレイズは手で塗っていきます。で左側は HD クレンズが施工してあって、右側は何も施工していない状態で、両方にチタニウムグレイズを施工していくと。半分ずついきますか。では久々にやった感想、やっぱりねちょっとやり慣れてないけど、この指先の感覚があるからなのか、薄く濡れてるところ、濃く濡れてるところが結構ね分かりやすい。すごいね。そしたら拭き上げていきます。よし、いい感じ。そしたら右側も塗っていきます。未だにね正しい塗り方があんまよく分かってない。全然スポンジで塗っちゃって大丈夫です。手汚れるし、けど塗ってる感っていうのはすごいありますね。ザイモール使っとるぜっていう、なんか車への愛着もね湧いてきます。お肌の状態はどうですかって。スベスベになってきますね。いいですね。いつまでも遊んでられません。拭き上げていきます。1回目はざっくりね拭き上げちゃって、そうするとクロスにねワックスがこうつくんですよ。そうすると結構塗り伸ばしてる感が出てくるので、ついていない面で最後きれいに
引き上げてあげると仕上がります。そんな変にねギュッギュギュッギュやらなくて大丈夫です。本当にこうクロスを滑らせていく。どうでしょう。両方ともピッカピカですね。今この段階では何とも言えない。一回マスキングテープ剥がしますか。ちょっと分かりづらいか。ここが施工してないところですね。けどツヤは、肉眼で見た感じは未施工のところよりかは明らかに出ておりますね。はい、そしたらマスキングでまたちょっとこのように3箇所施工できるように分けました。まだ実験が物足りないかなと思いまして、でこれは3箇所 HD クレンザーのみ、チタニウムグレーズのみ、 HD クレンザーとチタニウムグレーズみたいな感じでちょっと施工してって、側面の方が洗車傷が若干あったので、その辺の傷かなんかの違いも見れればいいかなといった感じですね。そしたらやっていきます。まず HD クレンザーのみですね。で一番右 HD クレンザーとチタニウムグレーズなので、ここにも HD クレンザーを施工していきます。やっぱりねツヤが出る。分かりづらいと思うんだけど、なんか1枚のやっぱフィルムを貼ったような感じにはなっています。そしたらここ2箇所にチタニウムグレーズを施工していきます。さっき手洗ったのにな。ちょっとつけすぎた。先ほども言いましたが、手でやる必要は別にありません。右もいけるそうだね。こんな感じですね。でツヤはやっぱりチタニウムグレーズを施工したことによってツヤが出たので、この3面同じぐらいのツヤ感かな。さあちょっと剥がしてみます。気のせいか。チタニウムグレーズのみのところ、真ん中ね、こっちの方がツヤ出てるよね。未施工はやっぱりここちょっとツヤ出てないなっていう感じがします。ちょっとねここの線とここの線がはっきりしてるから判断に苦しむところなんだけども、この車の色がね、未施工のところは白っぽいですよね。ここけどここの差はあるね。気のせいか。そんな大きな差ではないのかな。なかなかむずいね。けどなんか一番右ツヤ出てるな。なんか表面が綺麗っていうか、難しいですね。なかなか未施工との違いはあるけど、ちょっとね数値化とかをしないとわからないようなレベルだとは思います。はい、そしたら施工の方が終わりました。ここまで施工して、その HD クレンザーのなんかここが違うなって思ったところ、それはねツヤ。今ね両方ともワックスを施工しちゃったのでちょっと分かりづらいんだけど、 HD クレンザーを施工した時明らかにツヤが出たっていうのと、あと滑りが良くなった、そこの違いがありますけど、ワックスを2回施工するみたいな形になるのでちょっと面倒は面倒で、あとは撥水とかもちょっと見たいなとは思っております。とりあえずちょっと私明日からお盆休みをいただいているので、毛に水をかけてみて、その水の流れが違うのかとか、他にその HD クレンザーを使ったことによっての違いっていうのが分かるならばお伝えしていけたらいいなと思っております。とりあえず今日はここまで。施工してから6日が経ちました。でこの間に雨はなんかちょっと降ったっぽいですね。なんかゲリラ豪雨みたいの結構来てて、若干汚れてはいるんだけどそんな大差はなさそう。これ結構近い距離なんですが、この辺ちょっとね汚れてるかな。どっちの方が汚れてるかっていう話で言うとそんなね差はないような気がします。そしたらちょっと水をかけて撥水の方を見ていきますか。そしたらかけますね。気のせい。撥水力でいうと HD クレンズを使ってないこの右側の方が撥水してるね。ちょっと一回洗ってみますか。まだわからんけど明確な差が出てたから、汚れのつき具合なのかなんだろうね。じゃあ洗い流します。この違いですね。HD クレンズを使ってないこの右側の方が撥水しております。
左はねこういう風にちょっと浸水になっちゃう、シャワーをかけると。この差です。なるほどね。そしたら側面ちょっと見ていきます。ちょうどこの面ですね。汚れのつき具合でいうと、大差ないね。ここまではね汚れてます。多分このボディがこう湾曲してるから上の部分は汚れやすいんだろうね。ここから下は3箇所とも汚れてない。逆に上は3箇所とも砂ぼこりみたいのがついています。 HD クレンズを使う意味は果たしてあるのかいって感じだけど、水かけます。こう見ると一番左、ここ HD クレンズだけのところは撥水力がちょっと弱い。一回洗ってみますか。塗装面を滑らかにするっていうのが HD クレンズなんだけども、撥水剤とか入ってないから。けどボンネットがねちょっとよくわからんかったな。上に重ねることで撥水力がちょっとね弱まってたからな。撥水してるね。この1箇所左側わかるかな。この左側は浸水になるけど、真ん中と右はチタニウムグレーズ塗ってあるので撥水で、側面だと正直違いは分かりません。この真ん中と右の違いね。もうちょっと違う感じでかけてみますか。ボンネットの方は、HD クレンズを施工した上にチタニウムグレーズを施工した面がちょっと撥水力が弱かった。ここで言うと真ん中だね。けどこう見るともう分からんね。でHD クレンズは浸水っぽい感じ、疎水っぽい塗装の表面がなんかちょっと整えられてるなっていう感じはします。水残りも少ないしね。むずっ。はい、といった感じで動画の方以上になります。今回はザイモールの HD クレンズを使ってどういうものなのかっていうのをねいろいろ見てみたんだけども、一番効果があったのは傷隠し傷埋め効果っていうのかな。側面の洗車傷がちょっと目立ってるところ、太陽光が当たるとなんか光がねこう乱反射してたんだけども、このね HD クレンズを使うことによってすごく洗車傷が目立たなくなるっていうのかな。でツヤもね結構出る。で一応ね下地処理として使うものなので、その上にチタニウムグレーズをちょっと使ってみたんですよ。そうしたらまたねちょっとややこしいんだけども、撥水力が弱まってしまったっていうか、この HD クレンズこれがなんかね浸水疎水系の水の動きだったんですよ。3箇所施工したところを見た感じね。だからそれと撥水が混ざってちょっと落ち着いちゃったのかなっていう感じです。だからそこをどう取るかなので、洗車傷がちょっと目立つっていう方はHD クレンズを使ってあげて、そうでない人は普通にワックスだけでもいいのかなと僕は思います。好みとかもいろいろあるのでちょっと難しいんだけども、 HD クレンズは傷隠し傷埋め効果、その他ワックスとの相性っていうのかな、その耐久性がどうのこうのっていうところまでは見てないのでちょっと何とも言えないんだけども、とりあえず洗車傷は目立たなくなりました。ザイモールでねこれが5000円ぐらいするのかな。なかなか高いので、他にも似たような商品あると思うし、どれがいいとはちょっと言いづらいんだけども、とりあえずその天然素材が使われていると、そこにね魅力を感じる人は是非購入してみてください。でそうそう、ちょうど昨日ねこのチタニウムグレーズをくれたサバゲ FF サレ太郎さんからまたねザイモールワックス届きました。イタルグレーズ。このチタニウムグレーズがだいたい Amazon で1万ちょいぐらいなんですよ。でイタルになると1万8000円、もう2万円近い、めちゃめちゃ高級なワックス。この辺もねちょっとチタニウムグレーズと何が違うのかとかちょっと今後やっていきたいなと思います。とりあえず今回の動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。